玉ねぎとベーコンのお味噌汁作っていきます。玉ねぎはこのように繊維に沿って薄切りで切っていきます。ベーコンもこちら薄切りにしていきます。それでは600ml のだしに先ほど切った玉ねぎ入れていきます。そしてベーコンも一緒に入れちゃいます。玉ねぎに火が入ってベーコンが少し色が変わったぐらいで味噌を入れていきます。味噌を入れるときはしっかり火を止めてから入れるようにしてください。味噌が全て溶けたらここでブラックペッパーを加えて完成です。続いてウインナーとキャベツの味噌汁作っていきます。芯はね硬いのでちょっとずつ抜いて縦にまずは切ります。少しね小さめのざく切りにしていきます。ウインナーは斜めに切っていきます。包丁で切っても手でちぎってもどちらでも OK かな。そしたら沸いただしにまずはキャベツから入れていきます。少しね火が入るのに時間かかるので先に入れちゃいます。ちょっとねくたったくらいが美味しいかなと思います。はい、このようにキャベツがくたっとしてきたところでソーセージ加えていきます。そしたら少しこのようにね具材を寄せてあげて火を止めてお味噌入れていきます。でね、よく溶いたら完成です。キャベツにね味噌がぐーっと味が染み込むので置いとくとさらに美味しく楽しめるのかなと思います。包丁いらずの油揚げと豚こま肉の味噌汁作っていきます。沸いただしの中に豚肉を入れていきます。入れるときはしっかりこう広げながら入れていってください。油揚げはそのまま手でちぎって入れていきます。このように火が通ったらあとは火を止めて水を入れて溶かして完成です。続いてすくい豆腐とわかめの味噌汁です。では豆腐をスプーンですくい入れていきます。このように豆腐を入れてあげるとすごく食感がね楽しめるようになるので切るのももちろんいいんですよ。こういったやり方もおすすめしています。そして乾燥わかめ、はい、このように豆腐がしっかり温まったら火を止めるで溶かしていきます。でね、いつもの豆腐とわかめの味噌汁なんですがこうやってねスプーンですくってあげることで急に豆腐が主役級に感じるのでぜひやってみてください。続いて落とし卵と青ネギの味噌汁に作りたいと思います。沸いただしに味噌を入れていきます。味噌を入れるときはしっかり火を止めてください。まずよく溶かします。そしたらもう一度ここで火をつけていきます。で、沸かないようにね温度だけ気をつけてください。弱火から中火の間ぐらいかな。IH とね火によって若干違うのでそのあたりは気をつけてください。でね、これグツグツと沸いてしまうとせっかくのね味噌の美味しい香りとかがね海に飛んじゃうので絶対にこうグツグツと沸騰はさせないようにしてください。そしたらそこに卵静かに入れていきます。でこのままゆっくりと待っていきましょう。はい、このようにゆっくり火入れていくと卵がねこうやって少しずつ白身がしっかり固まってきます。でまだね黄身の部分が柔らかいのでもう少しこのまま火を入れていきます。このようにしっかり卵が固まったら玉ねぎ入れて完成です。続いてほうれん草と鶏もものすまし汁です。ほうれん草はね、下
この部分を落としてあげて、で結構ね、この土がこの辺に入ってるので、軽く洗ってあげます。軽くさっと洗ってきました。そしたら、だいたい今3センチぐらいかな。に切ってあげて、では、耐熱容器に入れてラップして加熱していきます。600ワットで2分ぐらい。今回ほうれん草を水洗いして水分含んでいるので、このままチンしても大丈夫です。もしね、洗わずにする場合は軽くお水を振りかけてあげてからすると美味しく仕上がります。ではチンします。では、ほうれん草をレンジでチンしている間に鶏肉を下処理していきます。でね、もうちょっと大きい場合はこんな感じで切っていただけるといいでしょう。でもちろん包丁で切ってもいいんですけど、お肉用のね、まな板を用意しなきゃいけなかったりするので、割と僕はこうやってハサミでそのまま切っちゃうことも多いです。もちろんね、唐揚げ用でね、買ってきてもいいのかなと思います。そしたらお肉に下味をつけます。塩と胡椒。はい、そしたらこんな感じでね、沸いただし汁の中にこの鶏肉を加えていきます。でね、しっかりね、肉の色が変わって火が入るまでこのまま少し煮ていこうと思います。こんな感じでね、鶏肉に色が変わって火が入ったところで調味料を加えていきます。このお醤油、そしてみりん、ほうれん草を加えていきます。で、ほうれん草が入ったらこれで完成です。続いてキムチとシーフードミックスを使ってスープ作っていきます。沸いた鶏ガラスープを溶かしただしに冷凍のままシーフードミックス入れていきます。具材がしっかりね溶けて火が入るまでこのままちょっと置いておきます。はい、そしたらこのようにね具材に火が入ったのでキムチ加えていきます。ここに醤油、振りごまも一緒に入れていっちゃいます。で全体をよく混ぜて馴染んだところで少し火を入れて完成です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。毎日のスープ編でした。これね、日々のね献立がちょっと豪華になったりする素敵なコンテンツだなと思って作っています。1週間献立っていうものをね私たちやってるんですが、ぜひそちらのねスープを足してあげることでさらに充実した献立にもなります。でその他にもね作り置きであったり、そして混ぜご飯にしてみたり、いろんな企画やってますのでぜひそちらも見てみてください。ということでありがとうございました。ではまたね、バイバイ。